皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ 2.0、新しい政権についての解説を行っておきます。アメリカは世界における経済、金融、そして軍事においても秀でた国です。さらには、食料についても自国で全て自給できるだけではなく世界へと輸出します。さらにはエネルギー資源についても自分の国の需要を全て満たした上で、さらに世界中へと輸出するだけの潜在能力があります。まさにスーパーパワーと呼ばれるような超大国なのです。そのようなアメリカですから、どのような指導者によってどのような方向に向かっていくのかというのは非常に大きな影響力を持ちます。トランプ政権についての解説を行うときに一番最初に述べておかなければならないのですが、日本にとって良い政策なのかどうかという話と、アメリカ国民にとって良い政策なのかどうかといった話は、ちょっと意味合いが異なってくるので、そこの点についてはご了承ください。さらに言えば、私自身は政策ごとの評価といった話をするので、政権についての賛成、反対、そういった全体評価とはまた別の話として、この政策は悪いよねという話についてははっきりと言うので、その点はご了承ください。インターネット上ではトランプ政権に賛同といった人の場合だと、とにかく全ての政策を褒めちぎって100点みたいな話をするわけで、逆に反対の人は全ての政策が悪いと言って0点をつけるようなことをするわけですが、そのような0か100という話は分かりやすくはあるものの、現実においては全く不適切な解説になることがあります。なぜなら政策については必ず100点でもない0点でもない50点という政策が結構あるものだからです。さて、そのことを踏まえた上でトランプ政権の政策について解説。大きな分類としては内政、外交、軍事、このぐらいの3つについてのお話をしましょう。まず内政面についてなのですが、トランプ政権はバイデン政権と大きな違いがあることを打ち出してきました。バイデン政権下では株価については非常に好調だったし、企業業績についても好調でした。しかし一方において多くの人々にとって辛かったのは物価高の進行です。トランプ氏はこの問題に対してまずはエネルギー源についての価格引き下げを目指して石油や天然ガス開発を促進することを述べています。その障害となっているパリ協定からの離脱を表明しました。アメリカは日本よりもはるかに自動車に依存した生活をしていますし、非常に広大な国土を多くのトラックが行き交うような物流についても発達しています。だからこそ燃料代が下がるということは直接的に生活に直結しますし、物流コストの低減にもつながります。また、労働者対策としてアメリカを偉大な国へと戻すという話から製造業の回帰を目指しています。そのための方策として関税政策を多用することを述べています。ただし、今回大統領就任式にあたっては多くの大統領令を出したのですが、今回関税について具体的な数値については発表しませんでした。外国歳入庁という新しい組織を作り、そこで関税政策については改めて精査した上で発表するとしています。関税政策の目的というのは、海外で作ったものをアメリカへ輸入するのではなく、アメリカで使うものについてはアメリカで製造せよ。そして製造する上では、アメリカ人をたくさん雇用せよという形で、これまで国際競争に負けてきた、もしくはコスト高で海外へと逃げていた製造業をアメリカ国内に戻そうという政策です。ただしこの政策には矛盾があって、関税を高くすればするほど、確かにアメリカで作るべきだという経済的合理性が出るのですが、商品価格にそのまま関税が上乗せされることとなり、その高くなった商品を買わされるのはアメリカ人です。また、アメリカは賃金水準で言えば高い部類の国ですから、決してアメリカ国内で作って安く商品ができるわけではありません。これまでアメリカは中国の賃金が安い状態だった時に多くの企業が進出し、巨大な工場を作り、そこから大量にアメリカへと輸入してくることによって、中国を世界の工場へと変えてきました。これには、安く商品を輸入できる、そして安く商品を買うことによって豊かさを享受できるといった面がありました。それは何も安いものを作ればいいというだけではなく、高いものについても賃金が安く済ませることができたという面があります。例えば、アメリカの大企業の一つであるアップルは、中国に巨大な工場を持ち、何万人レベルでの地方からの出稼ぎ労働者を雇った工場で iPhone を量産し、世界へと輸出してきました。当然アメリカにも大量に輸入してきました。アメリカ国内で iPhone を作った場合においては、大幅な値上げは
避けられないでしょう。安いものを安い国で作るだけではなく、安い労働力を使って高額な商品も作って販売するという大企業は非常に多いのです。ただ、そうした関税政策を使うことによって物価高を進行させてしまうといった問題に対する対応として、一応トランプ氏は企業に対しても個人に対しても減税政策を打ち、帳消しにできるというような話をしています。実際どちらの方が綱引きとしてうまくいくかはやってみなければわかりません。また、こうした関税政策とともにどう動くかわからないのが為替問題です。ドル高にするのかドル安にするのか、製造業が戻ってきた時にそれを輸出することを考えてドル安政策をしたいのか、ドル高政策に振って海外から入ってくるものについての値段を安くしようとするのか、どちらに気持ちが傾いているのかちょっとわからないところがあります。このドル高、ドル安、どちらを目指すかといったことは、必ずしもトランプ大統領の政策だけで決まるわけではなく、政策金利の上限によってもかなり大きな影響を受けます。これもまた、経済動向と連動していく話ですから、必ずしもトランプ大統領の目指す方向に動くわけではありません。次に、内政問題で大きな焦点となっているのは移民対策です。トランプ大統領は軍を派遣し、南部国境を固めて不法移民の流入を大きく食い止めようとしています。また、アメリカ国内にいる不法移民の人たちをより多く国外退去を進めると発表しています。バイデン政権では移民の流入に対して十分な対策ができなかったことから、これは継続的に大きな失点となり続けました。ここでまず第一に間違えてはならない問題が、合法的な手続きをちゃんと取ってアメリカにやってくる移民と、手続きを全く取らずに不法侵入してくる違法な移民滞在者は、まず最初に分けて考えなければなりません。例えば、アメリカの先端企業のトップたちの中にはインド系の人たちもたくさんいて、これらの人たちは不法移民ではなく合法な移民や、もしくはアメリカに留学した後でのその後のアメリカでの働きといったものがあります。現在トランプ氏にとってパートナーのかのように位置づけられているイーロン・マスク氏も南アフリカからの移民です。民主党の最大の問題はここで、不法な移民についてはしっかりと食い止め、そして国内に入ってきた人たちもちゃんと送り返さなければならなかったものを、もう入ってきてしまったんだから仕方ないさみたいな形でどんどんと受け入れてしまう。こういった点が大きな誤りでした。ですから、不法移民をしっかりと食い止め、そして追い返すという政策そのものは、アメリカ国内の不安を抱いている人たちの心を安心させるためにも必要な政策です。ただし、トランプ氏自身が合法移民と不法移民の区切りをしっかりと認識できず、合法的な移民すらも食い止めてしまうと、今度は優秀な人材をもカットすることとなり、アメリカの経済界にとっては大きな打撃となってしまいます。この点について彼自身がちゃんと見極めをできるかどうかといったところが、アメリカ経済にも分かれ道となってしまうでしょう。次に、バイデン政権において最も大きな失敗は、先ほども述べたような物価高をしっかりと抑えられてこなかった不法移民についてなし崩し的にどんどんと受け入れてしまったことがあるわけですが、もう一つマイナスポイントをつけたものがあります。それが DEI 政策です。日本においては地上波のニュース報道ではあんまり DEI 政策について解説しているところはないわけですが、主にはダイバーシティといったような形で日本にも取り入れようという動きがあります。DEI とは3つの言葉の頭文字の集めた単語です。多様性、公平性、包括性。この3つの言葉の英語の頭文字を取ったものです。そのうち有名なのが先ほど述べた D、ダイバーシティの多様性についての政策です。多様性とは、マイノリティ、少数派の人たちをいかにして差別なく受け入れていくかという話です。人種、宗教、そして性的少数派の人たち、この3つの分野について主な話題としています。ただし、バイデン政権の大きな過ちというのは、これらの人たちを公平に差別をなくそうというだけではなく、特定の集団に対しての優遇政策を取ることにより、歪な形にしてしまいました。そのため DEI 政策イコール歪んだ、もしくは尖った、そういった政策というふうに見られます。例えば、この DEI の政策に基づいて、能力を全く無視した形で、ある特定のポストにどれくらいの割合で、どんな分類の人たちを割り当てるかといったことをパーセンテージで
もう最初に決めてしまうといったようなことが行われると、非常に重要な職務にもかかわらず全然能力のない人がそのポストについてしまい、業務が混乱してしまう、能力不足を露呈してしまうといったことがあります。これが DEI 登用と呼ばれるものです。また DEI 政策は様々なところで文化的な衝突をもたらしました。例えばトランスジェンダーの人たちに対する差別をしてはならないといった政策から一歩踏み越えて、トランスジェンダーの人たちを優遇しなければ、それは差別主義者だみたいな攻撃性を持たせるような人たちを助長させてしまいました。本来であれば多様性を受け入れようといった話が、ある特定集団を受け入れない人たちは差別主義者だといった形で、むしろ攻撃する口実を与えるようなこととなってしまい、むしろ文化的な圧力をさらに増加させてしまったわけです。DEI 政策についてはトランプ氏は廃止するといった方針を示しました。ただし、この政策にも当然問題はあります。なぜならば DEI 政策をなくしたとなっても結局のところ元の差別のある状態へと戻ってしまい、白人は黒人を差別するし、白人と黒人はヒスパニックとアジア系を差別するし、白人、黒人、ヒスパニックは中国人と日本人との違いもわからないし、そういった人たちを全部差別するといったことへと、結局戻ってしまうわけです。また、トランスジェンダーのような LGBTQ の人たちに対する差別といったものも結局のところ残ってしまうこととなります。差別をなくそうといったところから結局のところ行き過ぎてしまって過激化していくといったことが起こって、今度はそれを改めるためにもう一回振り戻しに戻ると、今度は結局また差別の残った状態へと返しているだけといった具合にして、この問題はアメリカにおいて非常に根深い問題です。日本はこうしたアメリカでの失敗といったものをよく注意深く見ながら、日本における差別をなくすための活動といったものがアメリカでのような特定集団の人たちを優遇しなければ、それが差別だみたいな形での攻撃性を持たないようにすることを考えなければなりません。次に外交政策についての話をしましょう。トランプ氏は偉大なアメリカを取り戻すといった話をしていますが、そのために考えたのが世界へと散っている関心や力といったものをぎゅっと北米に集めてアメリカの力を高めるといったことを考えています。そのために様々な言葉が出ているわけですが、例えばデンマークの自治領グリーンランドはアメリカが抑えておくべきだといった話や、カナダについては51番目の州になればいいのにといった話や、パナマ領パナマ運河はかつてアメリカが開発したものだから、一回はパナマに渡したが中国の手が伸びているのでアメリカのものに取り返すべきだといったような話をしています。今のところかつての植民地であったフィリピンを取り戻せみたいな話は全くしていませんが、北米に集中してアメリカの権益を拡大化させようという考えを示しています。実際に実現するかどうかといった話は、かなり怪しい話ではあるものの、アメリカ国民に対して大アメリカみたいな構想を示して偉大なアメリカの幻想を振りまくという手段に訴えているのでしょう。ただしこれは非常に危険な思想でもあり、日本の真似するべきような政策ではありません。このような考え方の行き着く先は、プーチン大統領や中国の習近平国家主席と同じような話となってしまいます。プーチン大統領はかつてのソ連の勢力圏を回復したいと考えていますし、同じく中国の習近平国家主席はかつての中華圏といったものを取り戻そうとして、むしろそれよりもさらに拡大したいと考えて軍事力の整備に邁進しています。プーチン大統領について言えば、はっきりと軍事力を使ってかつてのソ連領を取り戻すためにウクライナに侵略しているぐらいです。もしもこのような政策を日本が招いてしまおうなどといった話になったら、大東亜共栄圏の名のもとに東南アジア各国へと進出してきたその歴史をもう一度みたいな話となってしまい、これがどのくらい馬鹿らしいかといったことはすぐにお分かりでしょう。そして北米での勢力集中といったことを考えるがあまり、世界的には平和の調停者になりたいといったような話はしていますが、ウクライナ情勢についての言及はありませんでした。トランプ氏としてはヨーロッパのことはヨーロッパで任せるといったような方針を示していますから、現在のところウクライナ情勢についてトランプ氏が大きな助けになるとは思えないような状況です。残念ながらこれは国連常任理事国による他国への侵略を、結局のところ追認してしまうような動きへとつながり、中国にとっては望ましい、次は自分の番だと思えるような前例を残しかねない動きとなっています。最後に軍事についての話をしましょう。トランプ氏は
NATO 加盟国に対して軍事費を GDP 比 3% 以上、できれば 5% といったような話をし始めています。ちなみにアメリカの場合だと軍事費は GDP 比 3% 程度ですが、元々の GDP が非常に大きいので、世界最大の軍事費を使っている国です。金額として非常に大きいものですから、他の国に比べれば圧倒的なもので、ヨーロッパの国々はもっともっと軍事費を出して自分の国は自分で守るべきだし、ヨーロッパの国々は特に今、ロシアが侵略しているわけですから、これを食い止めるような動きを自分たちでやりなさいといったことを述べています。このような軍事については自分の国で何とかしなさいといった考え方は、当然のように日本にもやってくるものと考えるべきでしょう。日本においては防衛予算は GDP 比 1% 5兆円といったところが長い間続いてきましたが、近年になってようやく GDP 比 2% へと引き上げるといった目標が掲げられ、実際に防衛費は伸び始めています。トランプ氏が今回 3% といったことを日本にも求めてきた場合においては、ざっくり言って防衛予算は15兆円程度へと拡張されることとなるわけですから、これをどう日本側が受け止めるかです。ものすごい単純な話、日本の周りは非常に危険な状態です。まさに隣国に侵略している軍事力を使うことに全く躊躇のないロシア、北朝鮮、そして中国といった国々があり、特に中国との関係においては尖閣諸島で中国が付け狙っているような状況ですし、台湾有事の発生もいつになるかは定かではないものの、あったとしても何ら不思議ではないような情勢が続いていきます。中国の軍拡は確実に陸軍兵力だけではなく海軍兵力、空軍兵力についても拡張が続いており、昔であれば台湾周辺の海域を封鎖することも難しいだろうし、台湾に上陸するだけの戦力もないと言われていました。しかし、徐々に台湾海域においても封鎖することもできるし、また将来的には上陸することも考えての艦船の整備なども進んでいることなどが報告されています。問題なのは、日本がこれに対応するためにどんどんと防衛予算を増やしていくということを前提にした場合において、必ずのようにそんなお金どこにあるんだといった話へとつながってくることです。防衛予算を増やしてしっかりと守りを固めることは非常に重要なことではあるものの、同時に日本においてはのしかかる社会保障費の負担の増加といったものがある、いわゆる構造的な少子高齢化問題があります。継続的に人口が減ってくる人口減少社会といったものの中で、労働力世代がどんどんと高齢化し、国家予算に占める社会保障費の割合がどんどんと増えていく。こういった社会構造の中でどれだけお金を工面することができるのか、そして経済発展をしっかりと目指さなければ、庶民の苦しみといったものがどんどんと増してしまうわけです。いかにして経済発展し、国民生活を守って、さらにはその外側である軍事においてもしっかりと守っていくか、こういった外と内側の守りの戦いの両方を頑張っていかなければならないという意味で、非常にハードルが高いわけです。アメリカの場合だと経済や軍事、そして資源なども全てあるような状態ですから、日本にはできない政策も打てるわけですが、ここの違いについては十分考えておかなければならないでしょう。アメリカができるから日本もできるというわけではありません。おそらく今後、トランプ政権の打ってきた政策の中で日本にとっても役に立つものはあるので、それらについて称賛する人たちはたくさん出てくることでしょう。しかし問題点についてはおそらく無視されるので、その点について無視せずにしっかりと教訓を学び取っていくことが大事です。もうかなり動画の前半部分になりますが、アメリカにおける不法移民対策をしっかりとすべきだといったところは見習うべきですが、同時に注意深くしなければならないのは、不法移民と合法移民をしっかりと分けて、出稼ぎ労働者が必要なのであれば、しっかりと受け入れ体制を整えていくといったことも大事なわけです。ただし、日本はしっかりとロボットや AI の徹底的な活用に伴うロボットとの共生社会を目指していくという道を選択すべきです。ロボットや AI も活用しないし、出稼ぎ労働者も排除する。そういったことになれば、単純に少子高齢化の進行に伴って、高齢者ばかりで働き手がほとんどいなくて、人口がただひたすら減少していくだけの経済発展なんて不可能にというような社会へと落ち込んでいきます。というわけで、トランプ政権が発足したことに伴う主要政策についての解説をしました。日本にとっても学ぶべき点といったものが当然あるわけで、そこからは良いものを取り上げ、そしてアメリカにおいて失敗するなと思えるものについては、
その失敗から学び、日本でも同じ失敗を繰り返さないといった考え方が非常に重要です。例えば、日本でもしっかりと学ぶべき点としては、不法滞在者の人たちを本国へと強制送還する、そのための予算をつけるし、人もつけるといった考え方は重要ですし、行き過ぎた DEI 政策についても、行き過ぎている点について何が悪かったのかをしっかりと分析した上で、日本での差別対策として考え直す必要があります。また、明らかに日本が見習ってはいけない政策としては関税政策があります。日本国内でエネルギー資源が全くないような国なのに関税をかけて自由貿易の世界から自ら遠ざかっていくようなことをすれば、それはまさに自殺行為とも言えるものです。他にも他国の領土を自らのものとしたいといったようなことを表明するのは、日本が同じようなことを言い出せば、それは単純にアジア圏における大日本帝国の復活かと危険視されるだけのことで、絶対に真似してはいけません。そもそも今の日本国民は、領土を取るためにどこどこに侵略するぞなんていう話にもはや賛同する人はほとんどいないでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。これからのトランプ政権についての話なのですが、おそらくはこの行き過ぎた政策についての話などを何点かするか、もしくは国際情勢絡みでの影響などについて、ウクライナ情勢と絡めてのお話をするかもしれません。アメリカは経済、金融、軍事、資源ありとあらゆる面で超大国であり、その影響力は非常に大きなものです。日本にも影響がやってくることは間違いなく、その中で悪いものが多くなりそうだなと思えるのがトランプ政権の関税政策です。今後どうなっていくか一緒に見ていきましょう。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。